こんにちは、快適アート塗り絵チャンネルです。今回の動画は前回の動画までの続きになります。1の3ということで、1枚目の絵を塗る3つ目の動画になっています。今回はアクセサリーと背景のお花を塗っていきます。それでは早速塗っていきます。吉祥の岩彩の金曜土を使ってアクセサリー全体をベタ塗りしていきます。ベタ塗りのコツについては1つ目の動画で詳しく解説していますので、もしコツが気になる方はそちらの動画を見てみてください。細かい形を塗るときはできるだけ細めの筆を使った方が塗りやすいと思います。慣れてくると大きな筆の先端を使って塗っていくこともできますが、できるだけ最初はちっちゃい部分の大きさに合わせた筆を使ってください。全体的にベタ塗りができたら次は白抜きをしていきます。水だけをつけた筆を使っています。水はボタボタっとならない程度にティッシュで少し吸い取ったくらいの筆を使っています。あまり水が多くついていると白抜きしたところににじみの線ができてしまうので、あまり水気を多く使わないようにしています。また完全に乾いてからでも白抜きできるんですが、少し乾きかけぐらいの時にやるのが自分的にはベストかなと思います。白抜きのコツについては1の2の髪の毛を塗るというところで詳しく説明していますので、コツが知りたい方はそちらの動画も見てみてください。白抜きをする場所についてですが、アクセサリーの場合はボコボコとちっちゃい立体感がありますので、線画を見た時にこの部分は膨らんでそうだなとか、あとは触った時にここが一番指が最初に触れそうだなと思うところを白抜きしていくといいと思います。もちろん光源の位置を詳しく設定している場合はそれに合わせて白抜きをしていく必要があります。私は全体的に光が当たっている感じで描いているので、とりあえず手前にボコッと膨らんでそうなところを白抜きしていっています。球体の白抜きはハイライトの位置を少しだけ左に寄せています。顔が左を向いているので、左の方からちょっと光が当たっている感じを意識しています。こちらは金属を叩いて作ったようなテクスチャになるようにトントントンと斑点になるように白抜きをしてみました。次は影の色を作っていきます。金黄土に紫を足しています。ほとんど紫に見える色なんですが、金黄土の上に重ねて塗っていくので、黄色と紫という補色同士、つまり真反対の色が組み合わさることによって暗い色に見えます。あんまり紫には見えないと思うんですが、色味的には黒っぽいグレーではないので、色味のある影色が作れます。こんな風に補色の関係を使うと影の色を素早く作ることができるのでおすすめです。こっちは模様が入っているところに影っぽく塗っています。結構後で金を重ねていく予定なので、あっさりとした色付けにしています。次は葉っぱを塗っていきます。まずは黄土を取ります。緑色を作っていきます。先ほどの黄土色と、それから花白緑、そして青磁を混色しました。こんな感じでちょっと白っぽい緑になりました。これを混ぜるとこんな感じのグラデーションになります。まずは葉っぱ全体を濃い方の緑で塗っていきます。乾かないうちに黄土色をにじませていきます。真ん中のあたりだけにじませています。こういう風に2色使うと少し色味の変化のある葉っぱを塗ることができます。こういう風ににじませるときはベースの色とにじませる色があると思うんですが、
にじませる色の方が水分量が少なくなるように調整した方が綺麗ににじみます。もし水分量がにじませる方の、この場合だと黄色い方が多くなってしまった場合は、周りに線ができるような感じでにじみの跡ができてしまうので、水分量にはちょっと注意が必要です。もし緑の葉っぱを塗った時にはみ出し分がある人は、この段階で白い花の方にはみ出した緑の葉っぱの分を消去しておいてください。次は花を塗っていきます。黄土に水を加えた色、黄土と新茶を混色して水を加えた色、そして白群に水を加えた色を作っておきます。まずはお花の部分全体に水を敷いていきます。ぼんやりとにじませたいので、こういう風に最初に水を置いています。はみ出さないように塗っています。花粉に近い部分から黄土色をにじませていきます。白い花びらを塗っていくので、こういう風に花粉の色がちょっと周りに映り込んでいるようなイメージで塗っています。次は赤っぽい色をにじませていきます。これは線画が入っている、ちょっとシワになっているところとか、そういうところに塗っています。白いお花を塗っているんですが、結構色味豊かに描いていっています。最後は白群を影の部分に塗っていきます。シワがあるところや花びらがくるんとひっくり返っている部分なんかに影を入れています。こっちの花はちょっと開きかけみたいな感じになっているので、白い部分はあまり残さずに全体的に色を加えていっています。この真ん中の部分は結構暗いイメージで塗ってます。つぼみの方も真ん中の部分隙間が空いていますので、そこのあたりは完全に影になるように塗っていこうと思ってます。白群を影のところに追加しています。白群はそんなに色味が強くないので、やんわりとした陰影が描けます。同じ手順で水を敷いてから花粉の周りに黄土、そしてシワのあたりに赤っぽい色、影の部分に白群を入れていきます。きっちりと水が全体にないときは、ところどころ筆のラインが出たりするんですが、そういう時は目立つようだったら水をつけた筆でぼかしておきます。こんな感じで3色が入りました。ここで一旦完全に乾かします。次は影の色を作っていきます。先ほどの3色の真ん中で絵墨みの紫を溶きます。ちょっと影の色としては明るかったので少し緑を加えました。影の色味は今回ちょっと紫っぽい感じにしているので、ここの影の色も紫に寄せています。花びらが重なった部分やシワの部分に陰影を入れていきます。乾いた上に塗っているので、こんな風に筆のラインが出ます。先ほど白群で作ったのがぼんやりした影、そして今塗ってるのがはっきりした影という風に影の役割を2つに分けて塗っています。こういうイラストっぽい感じに合わせてシンプルな手順にしていますが、
こういう風に段階分けをして陰影を入れていくのが、1回で陰影を入れるよりも深みとかが出ていいと思います。パキッとした陰影かふわっとした陰影かでその質感とかも出てくるので、そこら辺で工夫していろいろ塗れると思います。最後に花粉を塗っていきます。線香機に少しだけ塩を混ぜます。こんな感じの鮮やかな黄色です。花粉の部分に塗っていきます。次に黄土を濃く筆に取ります。2号の細いラウンドの筆を使っています。トントントンと粒を描くような感じで色を加えていきます。あまりたくさん入れすぎると明るい黄色が消えてしまうので、しっかりと隙間を空けながらところどころ散らしていく感じです。こうすると花粉のつぶつぶ感が出ると思います。最後に色味の調整をしていきます。色味の調整はこういう風に全体に色が入ってから薄いなと思うところとか、あとはテクスチャがあんまり見えてほしくないなと思うところとかにしています。平筆を使ってさっさっさと早くしていくのがポイントです。一旦乾いたり、あとは濃い色がところどころ入ってくるとやっぱ足りなく見えてくるところがあるので、最後はそういう微調整をしていきます。こんな感じで吉祥の関西24色と絵墨みの6色を使って全体を色塗りしてみました。次回の動画ではメタリック絵の具とか、あとはキラキラした色をのせていく時のコツを紹介します。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。塗り絵の方も楽しんでもらえると嬉しいです。また次の動画でお会いしましょう。